設計とは崩壊の連続。理想を描くたびに現実がそれを否定する。これは沈黙を設計図に置き換えたものの物語。今宵、見果てぬ夢と覚悟への旅へとお連れします。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、エプソン NSX を製作しますよ。おそらく2006年に発売されたキットだと思われます。スーパー GT 車両のキットを作ってみたくて探していましたが、どれもこれも高騰しまくっているんですよね。当時価格は3200円。値札には割引された2352円という驚異の安値が貼られていました。たった20年前のプラモはここまで安かったのですね。私は初めて開放倉庫というショップで購入しました。その価格なんと7500円。我ながらよくこんなふっかけ価格を支払ったと呆れ返るのでございます。開封するといつもと違う光景が目に飛び込んできます。ランナーの束になった美しい光景よりも、この仰々しく祭り上げられた写真、一体何様のつもりなのでしょうか。引っ張り出した瞬間、手にのしかかる重力に私の心は激しく鼓動します。ボディカウルは本田技研工業が生み出した美しい姿。そしてどこか優しさも感じるデザイン。黒のランナーからはカウル組み立てが一筋縄ではいかぬことを予感できます。複雑なダクトやロールケージ。見ているだけで幸せでございます。クリアパーツは少なくて一安心。20年という途方もない時間はタイヤを蝕みます。せめてひび割れしないように祈るばかり。シャシー関連のパーツは想像以上に多いようです。タイヤマークは綺麗な状態を保っています。ホンダエンブレムはインレットマークのようです。ウィンド用マスキングとデカール。高品質のカルトグラフ製が同封されています。無条件に安心できる謎の信頼性がございます。説明書の内容からこのキットにかけたタミヤ様の情熱を感じます。パッと見た感じでは無茶な指示はないように思います。派手なカラーリングは塗り分けとデカールで再現するようです。必要な塗料が多いですね。今回のメインカラーである淡く美しいブルーは調色が必要です。5対4対2。計算が合わねえよ。火の合計を順に正規化してくださいまし。美少女フィギュアが梱包されてそうなパッケージ。いやこりゃ参った。マジで鉄でできてますね。この時代のタミヤ様が新たな手法を探っていたのを感じます。キャンプに持って行って肉が焼けそうな鉄板でございます。ようやく触れることができました。直線と曲線が美しく交わった輪郭。バリのない驚異の理系技術に心がそっとほどけてゆくようです。ですがそんな美しい姿にこそ影が必要。こちらの拷問感が今宵、あなたに崩れていく秩序の花を咲かせます。ご覧ください。ほんの少しの苦悶でこの差が現れます。触れた指先が理性の皮を剥いでいくのを感じたでしょうか。
下準備の最終チェックと色別の仕分け。そしてこのキットの一番厄介パーツ。タイヤハウス後方に抜けるスーパー GT らしいフェンダー。本来なら汗目消しをするのがセオリーなのでしょうが、ドアパネルの塗り分けが困難になるので無視します。さすが複雑なボディ形状のレーシングカー。言おうとも思えるパーツ数に時間が溶けてゆく焦り。ですが7500円支払っただけの充実度がございます。まあそう自分に言い聞かせないと理性が崩壊しそうなのでございます。とても素敵なお姿になって帰ってこられましたね。たった数分の拷問でさえ永遠の時間に感じられたのではないでしょうか。快楽と苦悶は同じ名を呼んでいました。その名前はまさに狂気。裏打ちのためのフラットブラック。一撃で暗黒に落ちていただきます。薄皮一枚まで深く掘り下げたパネルギャップ。白と黒。たった2色。それだけで美しい姿にここをときめくのでございます。問題の別体フェンダー。面倒ですがこれにも裏打ちが必要です。この立体感。血を這うレーシングカーのシルエットにさえ渡ります。薄め液でフラットブラックの余分な汚れを拭き取ります。このちょっとした手間が後々の仕上がりに関わります。ここで塗り分けの確認。ホワイトとブルーの2色だけでこのカラーリングが再現できるようです。色の境界線はデカールでごまかすようです。別体フェンダーも忘れないようにしなきゃね。それではまずベースとなるホワイトを塗ってみましょう。か弱いピラーを守ってくれたランナーを問答無用に切り落とします。そしてアルティメットホワイト。強力な隠蔽力とはっきりとした白を演出してくれます。20年間眠り続けたパーツとは思えない美しさ。今すぐに解放してあげますからね。ランナーはすぐに捨てないように、大抵小さなパーツが残っていたりするものです。捨てるときはゴミ回収業者さんが怪我しないように配慮してください。アルティメットホワイトが乾燥して戻ってまいりました。同じ撮影条件下であっても、あまりにも白すぎる白にカメラのセンサーも補正が追いつかない様子。人気色の理由がわかります。さてここからはこのキットの最難関。ブルーの塗り分けラインを作っていかなければなりません。
シンプルに見えて案外複雑な配色に思考回路がショートしそうです。さすがカルトグラフ製デカール。色あせや痛みは皆無。未知のハイテクノロジーで製造されたデカールに未来を感じます。あまりにも生めかしい艶に見とれてしまいます。このデカールを使って塗り分けラインを描いてみましょう。しれっとエプソンつながりを演出。だからなんだって話なんですけどね。文明の利器。市場に理想を具現化せし、紙の魔導書製造機である。本来貼る位置を確認しつつ塗り分けラインを探ります。仮のデカールでイメトレをすることで本番で焦らずに済むのでございます。別体フェンダーも仮組みしてから塗り分けラインを描きます。とても滑稽なお姿にせせら笑う声が聞こえてきます。この強烈な周知、真のマゾヒズムの真髄が手招きしているのでございます。そして仮デカールの中央にラインを描きます。地味作業の極致。それはまるで仕事の僻地。誰も行きたがらない場所でひたすら同じことを繰り返します。あと2時間もすれば夜が明けます。その時私の心は徹夜の後悔で不気味な笑顔を浮かべることでしょう。プラ模様に便利なのは 2B のシャープペンシル。軽く触れるだけではっきりとしたラインが描けます。ようやくラインを描けたと一息ついたのもつかの間。テンションを落とさぬうちにマスキング作業へと進みます。今回は珍しく黄色いボディに黄色のマスキングではないので気分が楽ですね。こちらはタミヤ様の曲線用マスキングテープ。フロントバンパーのラインは細いので塗り分けがシビアです。ここは納得いくまで何度も失敗してください。なんだか今日が月曜日の朝だということを思い出して精神が揺さぶられます。ですが塗り分けマスキングが仕上がったので適当に仕事してきます。そして地獄から帰宅。間髪入れずに青サフを吹きます。ガイア様のサフは本当に便利でございます。
マスキングだらけの姿を楽しんで、細かなパーツたちも道連れに青サフで染まっていただきます。使用頻度の高いハンドピースこそシンプルな構造が頼りになります。クレオス様が生み出した渾身の PS274。正直これ一本あれば満足できるのかもしれません。これがおサフの威力。すがすがしい早朝に見る青空のような美しさ。今朝の空は黄砂まみれで10キロ先の山も霞んでございました。シャシー関連のパーツを分別。プライムビデオで転生アニメを見ながらなので集中力ゼロです。セミグロスブラックの山盛り感が都会のゴミ集積所みたいで笑えます。何度も繰り返した下準備。この下準備のすべてが運命を変える一撃につながります。最近はセミグロスブラックの代わりに黒サフを使っています。塗装シーンなんてございませんけどね。いよいよ美しいブルーの調合を開始します。他メーカーからも専用塗料は売ってそうにないので仕方がないですね。タミヤ様の隠蔽力激弱ホワイト。タミヤ様の焼けに蓋が固着して路頭に迷うブルー。タミヤ様のまず使うことがないのになぜか持っているパープル。今回は久々にタミヤ様のアクリル塗料で塗ってみます。5対4対2という寝不足には難解な比率で朝食します。夜が明けると久々の雨音。柔らかな響きがあたりを包みます。季節の節目に訪れた静寂。夜には焚き火で穏やかな時間を過ごします。娘たちも炎の揺らぎを見て何かを思っているようです。炭とコーヒーの香りが漂い、少しまぶたが重くなってきたみたいです。その後寝落ちした娘をテントに運び入れるときに腰を言わしそうになりました。素晴らしい。さすがタミヤ様の指示通り素晴らしい色を表現してくださいました。レーシングカーといえども窓枠塗装があるんですよね。ピラーは簡単ですがルーフの前方は強烈な細さです。リアウィンドウ部分は全面黒に塗りつぶすようです。なかなか良い感じに塗り分けができたように見えますが、数箇所に滲みが発生してございます。マスキング後にすぐ塗装せず出勤したことでマスキングが浮いたことが原因。これはすなわち出勤そのものが一番の原因と言っても過言ではございません。
こんな微妙な場所を黒に塗り分け、こいつのおかげで別体フェンダーの取り付けが面倒になりました。まあこんなところ筆で塗ってもよかったんですけどね。このドアパネルがマスキング地獄の始まり。淡々とテープをカットして貼り続ける作業を繰り返します。ここで止めてのんびりスマホを眺めている方が楽だと邪念がよぎることも。ですがその後に感じる後悔こそ時間を捨てること。後悔している間にも寿命はどんどん近づいてきます。それはもうとんでもない速さで、とんでもない勢いで。窓枠塗装をするだけでこの手間のかかりよう。また一夜を使い果たしてしまいました。後片付けをして布団にズーンと倒れ込みたいところですが、またマスキングが浮いてこないうちに塗ってしまいます。窓枠塗装は超面倒ですが仕上がりに差が出ます。ここからマスキングを剥がす作業はモデラーの至福でございます。全面にマスキング跡がびっちりで草。本当にうっかりしていました。タミヤアクリルは乾燥が遅いのを忘れていました。嫌になるほど美しいブルーがアスファルトの表面のようになっています。マスキングを貼った枚数を数えることができるくらいにはっきりとした跡ですね。これが初めての経験ならボディを壁に叩きつけているでしょう。しかしこんなものトラブルにもなりません。部屋の隅に落ちているホコリをつまんで捨てるくらいの些細なこと。マスキング跡を紙安の4000番くらいで整えます。後の段差がなくなる程度で大丈夫。ついでに塗り分けの段差も削って平坦にしましょう。水をつけてマスキング跡が見えなくなったら問題ございません。水をつけるのはクリアを吹いたのと同じような効果がございます。いよいよデカールを貼ってレーシングカーに変化する様を楽しみましょう。空気を切り裂くというより風と語らいながら走っていた NSX。約 1100kg の引き締まった死体。こだわり抜いた自然吸気の心臓を搭載し、500馬力をマークする方向を奏でます。
0から300キロへと向かう刹那。白と青の流線は時間すら置き去り。重さの中に宿る軽やかさ。合成の中に潜む柔らかさ。ホンダが研ぎ澄ました日本の美意識そのもの。このデカールを張っている瞬間にもエンジンの熱を感じることができそうです。ここからはスポンサーデカール。フィアは日本の自動車用品メーカー。高性能なライトが有名ですね。エプソンは情報関連機器や精密機器を手掛ける電機メーカー。タマが好きなオリエント時計の事業を統合し、開発から生産、販売まで行っているようです。スーパー GT はタイヤ戦争も楽しみの一つ。このマシンはダンロップで戦います。比較的簡単なデカールばかりですが、数箇所カウルをまたぐので加工が必要です。常に新品の刃でカットしてください。一つこなせばまた次のデカール。全く正体がわからなかった RFC。ご存知の方教えてくだされば幸いでございます。リア周りに程よいアクセントになってますね。エブロは多彩なラインナップを展開するミニカーブランド。以前ティレル003のキットを作りましたが素晴らしい精度でございました。ウェイトハンデの可愛いデザイン。スーパー GT でのウェイト最大搭載量は 100kg だそうです。エプソン NSX。操る若き獅子、アンドレ・ロテラーと、鋭く燃える瞳を持つ松田次夫。彼らは技術と感性を武器に、トヨタ、日産と熾烈な戦いを繰り広げます。表彰台にはあと一歩届かぬ戦も。ですがその走りには数字では測れぬ気高さがありました。最終ランキングは GT500 で9位。勝利はなかったが失ったものは何一つございませんでした。彼らの刻んだラップは、今もモータースポーツの風景に淡く残るのでございます。デカールが終わればちょっとした塗装も残っています。タミヤ様のクリアパーツの造形はとても綺麗なのですが、なぜか若干汚れていることがあるんですよね。一瞬で綺麗にする方法があれば良いのですが。テールランプは一体型のクリアパーツ。やはりウィンドウ用マスキングは簡単で確実ですね。近年流行しつつある窓枠デカールはマジで勘弁してください。車内のパーツを仕上げていきます。ボディカウルのように雰囲気がガラッと変わる工程ではなく、見えるかどうかも怪しいパーツを進めていくのはとんでもなく億劫です。じわじわと増えていくエナメル塗料が今後の製作に役立ちます。成型色は黒だったホイールは一旦シルバーに塗装。最終的にガンメタルで染め上げました。撮影し忘れましたけどね。
レージの隅に放置しているバイクのタイヤでさえこんなことにならないのに、なぜプラモのタイヤは白くなってゆくのでしょうか。面倒ですが案外嫌いじゃないタイヤマーク。フォーミュラのように裏表貼る必要がないので余裕ですね。タイヤは洗濯用洗剤を使ってブラシでゴシゴシするとマシになりました。タイヤマークを貼るとはすなわち心の修行。焦って貼ればずれるのみ、前奏のごとき心持ちで臨むのでございます。貼り終わったら、天才か、と自分を褒めてあげてください。メッシュを貼り付ければ完成度が爆上がりなのは納得できます。しかしカットする一手間が異様に面倒なのです。何でもかんでも接着することができるのがこちら。ハイグレードも軽用セメダイン。そろそろ残り少なくなってきました。足回りの組み立て。説明書を開いた瞬間現れる大量の部品番号。見た目はほぼ一緒。違いは1ミリの出っ張り。それが運命を分ける世界。間違えても、まあ似てるしいけるっしょ。と思ったら大惨事。最終的にタイヤは鬼キャン。車高はスラムド。そしてそっと箱を閉じることになるのでございます。そしていよいよ鉄板の出番。なぜか参加するのではないかとビビって梱包し直してました。うわぁ、これはいいですね。なぜこのスタイルをタミヤ様はやめてしまったのでしょうか。足回りのユニットをネジ止めする機構。どこか既視感があると思ったらラジコンの説明書みたいですね。肩もなくかっちり固定できる優れた工程。ダッシュボードにゼッケンというのがいかにもレーシングカーで素敵。ロールケージの魅力について語り合うだけでドリンクバーで6時間粘れます。サイドバーも再現してくださればなおよし。センターロックは別パーツなので指定とは異なるシルバーにしてみました。とても素敵でございます。今回はボディの工程に時間を費やしているので、待ち時間にシャシーを進めているとほとんど仕上がってしまいました。今夜は久々にたっぷり寝ることができそうです。と思ったら奈落に落ちる夢見てビクって飛び起きたり、全く前に進まないバイクに乗っている夢見たり、やばいくらい寝汗がひどくて余計に疲れました。おはよう黒猫。早朝から自宅パトロールご苦労様です。と思ったらスズメさんに見とれているようですね。数千年生きてきた高貴なる子息中でも狩りの鍛錬は必須。ご覧ください。この野生を忘れた動きを。おやきらめんなよ。それでも魔女の使い魔か。
まあ頑張ったから煮干し食べていいですよ。デカール強風吹き荒れる野外で強制乾燥。乾燥後は硬質化する EX クリア。ストックもあと1本になっちゃいました。今回も塗る面積が広大なので多めに調合。途中で追加で調合するのはモチベーション低下につながります。砂吹きでデカールの侵食を防ぎます。あとタミヤアクリルはクリアに弱いので砂吹きが役立ちます。マスキング跡も問題なく消え去りましたね。クリア塗装は塗面の保護もありますが、多少の失敗をごまかしてくれるのでございます。クリアの乾燥待ちにクリアパーツの結果を確認しましょう。このかっちり感はデカールでは到底出せない品質でございます。ダッシュボードを取り付けるとテスト走行も可能なほどの仕上がり。1990年に登場した NSX のテールデザインは秀逸。何十年経っても色あせることはございません。クリアの乾燥が完了して私の元へ戻ってきてくれました。砂吹きが3層、本塗りも3層。今回はアクリル塗料を使ったこともあり砂吹きを丹念に行いました。丸1日の乾燥時間でこの通り完全にカチカチでございます。うり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 。4000番からの研ぎ出しで荒れたと面を整えます。決して指先に力を入れず水を挟むように研ぎ続けます。洗い流してきました。ざらついた雑な塗面がフラットになりましたね。間髪入れずにさらに追い込みをかけます。6000番は研ぎ出しで一番重要な工程。4000番の深い傷をここで消しておかないと最後まで残ることになります。何度も拭いて状況確認する地道な作業。それでも角やパネルギャップには限界がございます。どこまで追い込めるのか判断するのは経験から得ることができます。毎回洗い流してください。目立つ箇所の研磨は無事に終えました。リアウィング直下は複雑な形状になっているので、大事故にならないうちにやめておきました。そういう諦めも大切。8000番からはどれだけ自分を納得させることができるのか、
作業は1万番まで続きコンパウンドで磨くことになりますが、仕上がったお姿はまた後ほど。ノーマルにはない派手なダクトを取り付けます。フェンダーよりも低い位置に設置されたダクトは大変攻撃的でございます。スーパー GT 車両の特徴的なフロントフェンダー。ここまで来ると完成も見えてきましたね。素晴らしい立体感。後方から覗くタイヤハウス。公道だと飛び石でとんでもないことになりそうですね。こういうちょっとしたパーツが模型のかっこよさを引き上げてくれます。ダクトを取り付けるとナマズのような可愛らしいお顔を見せてくださりました。リアウィングは塗装することを考慮した素晴らしい設計でした。リトラクタブルライトの方が好きでしたが、スーパー GT 車両にはこちらの方が似合いますね。ヘッドライトカバーがどうしても浮いてくるので困っています。最終兵器を使う時が来たようです。はみ出したら一発アウト。ですが接着力には信頼しております。前後のフェンダーをつなぐ細いパネル。2005年からスタートしたスーパー GT。その規定に適合した新しい解釈は素晴らしいデザインになりました。デカールも残り1枚。レーシングカーのキットはデカール作業に集約されていると言っても過言ではなく、制作時間の大半はデカールだったり、ワンミスで台無しになる破壊力を持ち合わせているのもデカール。こんなに危ない橋を渡ってまで手を出してしまうのがカーモデラーの差が、次第に満足できなくなり、まだまだ足りないと思うようになるのでございます。派手な鉢巻きはレースのシンボル。スーパー GT は国内モータースポーツシリーズとして最大の観客動員数を誇るレースとなりました。シャシーへのカウル装着はカーモデル史上一番簡単だと思われます。とても素晴らしい設計にしばし酔いしれました。ダイキャスト製シャシーのずっしりとした重さ。カーモデルの新しいスタンスが私の手で感じ取れます。このキットを触っていると設計者様の理念が流れ込んできます。見えているものを形にする。言葉にすると簡単に思える感覚を 0.1 ミリの精度で伝える。誰かの手の中で確かな世界が立ち上がることを願っています。指先が触れるたび、心が動くように。道具ではなく体験としてこのプラモデルが届くように。寸分のズレも許さず、何度も図面を引き直す。目には見えない雰囲気を再現するために夜が何度も明けてゆく。どうすれば伝わる。どうすればあのフォルムの呼吸を封じ込められる。いつかすべてが私のものになる。そう思ってこのキットを見つめる誰かの瞳を私は想像していた。その瞬間をずっと待っていた。透明の叫びを形にするため、私は沈黙の中にすべてを詰め込んだ。唯一、心残りがあるとすれば、それは、この設計が一度きりの挑戦だったこと。それが真実。それが魂を宿すということ。さあ、行ってきなさい。その手に届いたなら、私の願いを超えて新しい風景を生んでほしい。私が込めた、あの淡く鮮やかなブルー。それが一点の光となり、誰かの想像を導いてくれることを信じています。この精神に突き刺さる圧迫感。まずは触れてほしい。模型とはそういうもの。君は今、岐路に立っています。完成させるか、
箱のまま閉じておくか。私は信じている。君が選ぶ君だけの道を私はただ祈っているだけ。この設計が誰かの世界を変える力になることを。模型とは宇宙がひっくり返るほど興味深いのでございます。エプソン NSX2005 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。